突然です。うどんです。はらせんということで始まりましたはらせんラジオ。陣内智則の面白い方原田専門家でございます。昨日は何をしてたか、まあ別に何もしておりません。普通に作業しておりました。話したかったね。昨日本当は話したかった、うどんのことじゃないですよ。あれですね。この番組は日々私が思っちゃったこと、見ちゃったこと、聞いちゃったこと、言っちゃいけないこと、食べちゃいけないもの、飲んじゃいけないもの、吸っちゃいけないものなんかの話をしておる番組でございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。昨日は何をしてたかと言いますとね、この順番でしたね。作業しておりまして、特に取り立てで作業というのも、18日に、朝ヤン、阿佐ヶ谷ヤング用品店といって水道橋博士さんが阿佐ヶ谷ロフトからね配信のイベントを行うんですけど、それの下ごしらえというか何かしらやっておりました。なかなか時間がかかっちゃってね、でもなかなかいい自分でもこれは素晴らしいというものができておりますので、ぜひね配信見ていただければと思います。で、うどんですね。うどんなんでうどんだったかの昨日ね、本当は情熱大陸のね和牛のことを見たんで、情熱大陸のねあれを見たんでそれを話したかったんですよ。ただね原線式万馬券メソッドっていうね話が膨らんじゃったんで話せなかったんで、今日は情熱大陸のことについて話したいと思いますが、見ました？見てなくても TVer があるんで1週間は見逃し配信できます。パラビに入ってたらあれ過去のもずっと見れるのかな。僕はパラビに入ってないんであれですけど、最近は、昔はねちょっと前まではこう録画機が足らないぐらいこう見たい番組いっぱいあるじゃないですか。全録機ねまだまだ言うても高いですから、こう録画機、僕の場合はナスネというね、プレステにつないで使うやつがあるんですけど、それを使ってるんですが、それとテレビについてる録画機なんですが、テレビの方がね壊れちゃって、ハードディスクが壊れたのかな、録画できないんで、もうナスね1本しかないんですよ。だから録画できなくて見逃したっていうのが多かったんですね、ちょっと前までは。ただね最近はそうやって見逃し配信をいっぱいやってくれるんで、TVer で見逃し配信あるものに関してはもうほぼ録画しておりません。もう TVer で見ればいいと思ってね。ただ自分で撮っておきたいようなものは録画してるんですが、そんなわけで情熱大陸を見逃しちゃった方も TVer で見れますよといったところからで、和牛が出てたんですね。で密着してて、舞台袖とかね、2組前に降りるとかね、さも珍しいかのようにね、こうナレーションついたらすごいことをやってるんだみたいに見えますけども、確かにね2組前に降りてくる芸人ってなかなか少ないかな。ずっとね袖でね、僕は2丁目劇場時代ですか、進行といって舞台進行やってたんで、もうずっと袖にいてマイクの出し入れやね、どんちょうの開け閉めや小道具の出し入れやっていうのをやったんで、その時はもう本当にずっと袖でね、ずっともう本当に一日中ネタを見てたんですけど、その時によく袖で見てたのがあれですね、松口勇気ロックですね。松口くんですわ。本当に見てましたよ、松口くんも。あと誰見てたかな。誉の遠藤さんとかもよく見てたかな。もう解散して構成作家してますけども、あと誰が見てたかな、袖で見るのと、日曜劇場で言ったらね、上に2階から見れたんで2階から見てる人も多かったですけど、袖で張り付いて見てたのは本当に松口ですよね。何でした、芸人迷子でしたっけ、松口くんの本にも書かれてますが、本当に張り付いて見てましたよ。なのがあって、だから
結構早めにね NGK とか袖でかいんで、ゆっくりというか座って見れる環境にあるんですけど、なかなか降りてこないですよ。本当に出番直前にとかねいう人が多い中、2組前に降りてきて場の空気とかね、会場の今日のお客さんの雰囲気を見るっていうのはみんなやっておりますね。ただ2組前ってなかなか珍しいよって本当にそう思いましたというのと、あとはね、お昼ご飯はねうどんだっつって、油かすうどんですか、あれをゾゾゾッとやってる場面があったんですけど、そこでね、いつも来てるのにね密着のカメラが来たからこそねサインもらっていいですかみたいなやりとり、ここはねちょっとリアルで面白かったですね。顔さしてなかったんかいっていうね、そういうのがあって、あとはね舞台でやったネタをこの間が悪かったなっていう話がねすごくフューチャーされておりましたけども、あれ本当に本人らじゃないと、本人らでないとわからない微妙なね、これお客さんその後に響いてくるからっていう話をしてましたけど、あれ本当にあります。陣内くんのねやつでもネタの出すタイミングねでめちゃくちゃ怒られることがありますよ。本当に本番で怒られたっていうのはあんまないかな。あんまりないってことはあることはあるね。でもリハの時にめちゃくちゃこう怒られるみたいなのはよくありますね。特にあれですね、 TBS のドリーム東西でめちゃくちゃ、ディアゴスティーニの時はあんまないですけど、その前ディアゴスティーニ2年3年前以前ですねはリハでやると結構ね音がずれるんですよね。TBS のところは結構ずれるんですよ。回線があっちこっち回ってるんで、一回サブに上がってそれから降りてきてみたいになると、TBS は10フレ近く7フレームかなずれるんですよ、音と。だからリップが取れないんですよ、リップシンクが。なんでできた段階で7フレームずらすんですよね。で絵と音を合わせるんですけど、それが結構あって、こう思うようなタイミングで出せないというか、ね、若干食い気味で出してとかね、そういうのが会場によってちょっと違うんで、もう結構腹せんって言ってね、舞台から袖というかね、サブというか裏でスタンバってるんですけど、見えないところでね、よく言われてます。これが怖いね、みたいなのが間がね本人らしかわからないみたいなのがあるっていうので、こうお互いにね同じ箇所を検証、ここですってやってたんですけど、あれは本当にありますねっていうのは、でも本当にあれテレビ見ててもどこがって思うぐらいのね微妙な間なんですけど、ね、やっててこう気持ちの悪い間というかスッと出なかったみたいなのはありますね。僕もよく感じますね。これちょっと早かったなとかね、いやーこれ遅かったなとかあるんですけど、遅い場合はねこう言い訳ができるんですよ。笑い待ちをしてたとかねできるんですけど、ちょっと食い気味でいっちゃうとかね、もっと早く出してくれね、テンポよくこう陣内は行きたいのにこうね、そこ笑い待ちはね後でドーンと回収するからみたいな気持ちのね、お互いのねどこでどれぐらい笑い待ちをするかみたいなずれっていうのはね結構感じますけどね。こうでも長い年やってるんで、これちょっと早い方がいいんだろうなとか遅い方がいいんだろうなみたいなのはあるんで、情熱大陸を見てみんなそういうなんていうのかね、本当にわからないねこう間っていうのは大切ですねっていうのを情熱大陸を見ててね怒られたことを思い出してこう震え上がっておりましたが、ぜひねまだ情熱大陸見てないって方はねTVer でね民放公式何でしたなんとかねで見ていただければなと思いますね。そんなところですか。はいね、ということでチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あとね
TVer で見たよっていう感想をね、私見てて分かりましたよとかね。まあ中にはいるでしょう。ずっと見てたらね、あれなんかちょっとおかしいね。いうのありますよね。ずっと見てると。あれなんか今日、こう、ちぐはぐな感じするな、みたいな、のはあるとは思いますんで、ぜひね、見てもらえればな。だから僕の場合こうね、こう10分喋ってて間をつままないでしょ。だからとかとか言ってるんですけど、それもね、こうなんていうんですかね、リズムじゃないですか。だから YouTube ではあんまり好まれないのかな。こう間をつまんでね、こう早口でまくし立てるような、ああいうのがね、受けがいいとは思うんですけども、まあそうじゃないねところで、なんていうんですかね、こう考える間を与えるとかね、いや、あんたそう言ってるけど、私はそうはね、僕はそうは思わないね。逆ソクラテスですよ、本当に。っていうのを思いますね。はい。てな感じですか。はい、ありがとうございました。